GRB ハッチバックタイプのインプレッサの WRX-STI6 速マニュアル。こんだけ速いんでまあ若い子でも乗れるように100万円前半の価格帯で。吉井君、こんにちは。こんにちは。今日は何本目ですか、これ。4本目ですか。4本目です。4本目ですね。はい。ちょっと疲れてきましたか。ちょっと疲れてます。はい。やっていきましょう。10月16日、時間は2時58分、気温は26度。天気は雨降りそうだけど持ちそうだったね。そうですね。はい。なんとかやっていきましょう。はい。4本目、ずーっと GTR 続いてました。はい。続いてましたね。続いてました。その中でいう価格帯的には。これは2000万出しても売らないよとか、これは2000万超えるんじゃないかとか、はい、25万キロ走っても600万だ700万だとか、はい、そんな話をしておりましたが、やっぱ高くない？スポーツカー。いやもう最近の単価はもう全部高いから高いでしょ。ちょっと困ってます。ちょっと困ってるよね、はい、いやそういうお客様は多いと思うんですよ、はい、でもですよ、まあそれこそマーク2チェイサークレッサとかだって今で言うとね、やっぱ300万でもマニュアル車純正5速でツアラー V とかだと300出しても買えないんじゃないかみたいな、はい、買えても結構ボロボロでどうしようもないみたいなものばっかりみたいなのが今のスポーツカーの市場なんですね、はい、でそこにちょっと嫌気もさしている人も多いと思うんですよ。そうですね。ですよね、はい、今日紹介させてもらうこちらはインプレッサ。はい、インプレッサです。インプレッサ久しぶり。この間やったよ、白いやつ。あれやりましたね。はい、疲れてるねでも次の方、GDB の方から、この次になると GRB という方になってですね、この年代はですね実はセダンがないんですね。これ見てもらったハッチバックですよね。そうですね、はい、そうなんですよ。これのね、何年後かな、 GRB が出たのが平成19年とか20年ぐらいか、2007年とか8年ぐらいなんですけれども、はい、その後にセダンが発売されたと、はい、そこから多分ね5年間ぐらいはなかったんじゃないかな。ちょっとごめんなさい、詳しいスバリストの人がいたら教えてください。はい、まあいずれにしてもこの年代のインプレッサー STI 中と、このハッチバックしかないんですよ。で、前回紹介したあそこの白いのありますよね、はい、あれの値段が今315万で出てますよね、はい、あれがだから平成18年式2006年式で距離は11、2万キロぐらい走ってて、はい、300万オーバーですよね、はい、やっぱりそういう値段じゃないですか、はい、買えないでしょ。まあ、なかなか若い人だと厳しいかもしれないですよね、はい、で今日紹介させてもこちらの車、はい、先に値段言います。いきなり言います、はい、129万8000円。最近の価格的には出ない金額ですね。安いですよね、はい、安いですよねそうなんですよ。今回紹介させてもらうこちらのインプレッサは、まあ、俗に言う第2世代のそのスカイライン GTR とかですね、はい、チェイサークレッサマーク2とかシルビアとかもそうですけれども、はい、あの年代よりももう下手したら10年ぐらいですか、はい、新しいわけですよ。なのでまだその輸出だ海外だなんだみたいなそういった市場に惑わされず、はい、ちゃんと国内のスポーツカー市場の中でちゃんと値段が下がってきたところの中古車の価格でまだ買える車なんですね。でこれ別にうちが直別安いわけじゃなくて、他で買っても多分150万もあればまあまあ選び出せるんじゃないかなっていう感じ、はい、200万もあればかなり程度がいいのが買えると思うんですよ、はい、だからそうするとかなり現実的ですよね。そうですね。年式新しい、値段も安い、なんでわざわざそんな年式古くて高い車買うのって話じゃないですか、普通に考えればっていう話なので、はい、今日は若者でも買えるように、しかもこの129万8000円は、はい、さっき僕カーセンサー30分ぐらいずっと見て、はい、まあ大体この距離この値段だったら他と比べても結構安く買えるんじゃないのみたいな感じで、はい、値段をプライシングさせてもらってるので、はい、お買い得だと思います。で、はい、こちらの車もですね、お客様から買い取りで、いただいた車になりまして、でしかもよし覚えてるよね、180ありましたよね。ありましたね。180のお客さんのご紹介なんですよ。ああ、そうなんですね。そうそうそう、はい、だから買い取りのご依頼メールだっけなインスタだっけなでもらって、はい、じゃあ査定行きますねって住所を打ったら、あれこの間行ったところとめちゃくちゃ近いなみたいな。なるほど。でいろいろ聞いたら、ああ YT の人の紹介ですみたいな、そうそうそうっていう話だったので、はい、ああなんだそうなんですね、早く行ってくださいよみたいな感じだったんですけど、そうです。まあそんな感じで180に続いてですね、こちらの車も買い取りでいただいたので、今日紹介させてもらえばと思います。 OK ですか？はい。安い DVD も見れます。あ、すごい。CD も聴けるんじゃないですかちょっと待ってね。はい。お、そうですね。はい。テレビと DVD と CD も見れるからね。すごい。夢グループですよ。
129万8000円。GTR じゃなかなかないですね。 GTR じゃなかなかそのない。はい。なんで、ぜひ若い子、スポーツカーマニュアル乗ってみたいっていう子は早めにお問い合わせいただければと思います。はい、やっていきましょう。じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。じゃあよし君やっていきましょう、はい、今日紹介させてもらうこちらの車は、改めましてですけどもインプレッサですね、GRB ハッチバックタイプのインプレッサの WRX-STI という形になっております、EJ20 のターボエンジンが積んであって、6速マニュアル、純正6速マニュアルです。で、走行距離はね、11万キロだね、10万9900キロ走ってて、はい、車検は来年の7月までで、修復歴は残念ながら右前にありと。で、お値段何度も先に言いますが129万8000円、安いと思います。じゃあ早速見ていきましょうか。はい、でこれもお客様から買い取りでいただいたお車なんですが、はい、買い取りでいただいた時よりも、はい、ちょっとね細かい手直しをしてますので、はい、多分売ってもらったお客さんは「お、俺の車綺麗になってる」みたいな、はい、あ、なんかこんなところにこんなパーツついてるみたいな感じで、思ってもらえるんじゃないかなと思います。じゃあやっていきましょう。はい、まずは外装ですね。外装はですね、ボンネットダクト、これ色剥げしてたんですよ。正確に言うとね、色剥げじゃなくて、ね、色あせが出てたのをなんかラッピング処理されてて、はい、そう目立たないように、はい、でそれをラッピングを剥がしたら、はい、やっぱり色あせしてたから、一応塗りましたと。はい、であとここのバンパーに関してもこれね多分ね別のバンパーがついてたのよ。これ純正のバンパーじゃないの。はい、このグレード STI の前期の純正のバンパーじゃなくて後期のバンパーなんだけど、はい、でここにそのヘッドライトウォッシャーの跡がなんかパテ埋めされてたんだけどすごい変な仕上がりで、はい、でここもフォグランプのカバーがあったんだけどフォグランプはついてないみたいな、なんかそんな仕様だったんですけれども、はい、なんでここを埋めて、でここスペック C のカバー、はい、ダック付きのカバーにちょっとかっこいいのに変えましたので、はい、でスペック C のカバーもですね、頼んで純正色であればいいやと思ったら純正色でこの色なかったから、はい、あえて塗ってつけたとっていうこだわりがあります。はい、なんでフロントは、スペック C 後期みたいなそんな感じの見た目になっているというイメージでございますね。はい、で外装はね大きい傷はちょっとないんだけれども、はい、ぶっちゃけちょこちょこ傷があって、例えばこういうところのタッチペンとかさ跡とか、はいね、あとこのフェンダーの多分ねこれ耳くっついてたんだよね。でそういうの剥がした跡とか、そういうのはちょこちょこあります。だからクオリティ的には外装はね100点とは当然言えなくて、80点70点ぐらいかなっていう感じなんですけれども、はい、とにかく安く出したいなっていうところがあったので大きく見えるところだけは直して、細かいのは、そのままにしてあるという感じです。はい、でアルミホイルに関しても別にこれスポーツカー専門のホイールとかじゃなくてマルカサービスっていうところの、結構安めのホイールって言ったらいいかな、はい、っていうのがついてて、タイヤの山はねまだありそうなので、全然大丈夫。芝タイヤだね。ブレーキパッドはこれ青だからエンドレス入ってるのかな。ローターはスリットローターですね。ディクセルとかですか。そんなのが入っているという感じでございます。はい、でサスペンションはノーマル、車高もノーマルなんで、全然普通に、気兼ねなく街乗りできるんじゃないかなという感じでございます。で後ろ行くとこれ HKS のマフラーですね。 HKS のねなんだっけな、リーガルなんだっけな、リーガマックスプレミアムマフラーっていうマフラーらしいです。多分10万円以上するんじゃないかな。4本出しで、元はねこの下見るとこれステンレスなんだけど、はい、出口だけこうチタンカラーになってて結構かっこいいよね。でここねリアスポもね色あせ結構出てる車多いんだけれども、これもやっぱ例外なく色あせ出てたんだけど、はい、これもちゃんと色塗り直したので綺麗になってるという感じでございました。でここだけね急行にねやっぱこのなんかカーボンシートみたいなカバー貼ってあって、はい、でそれがあんまり良くないなと思って剥がしたんだけどちょっと剥がれなかった。全部跡がついてる。ちょっと跡が気になる人は塗るか、もしくは車外のに変えるか、はい、もしくはステッカー貼るか、そこら辺で処理してもらえればと思います。であとはこれですね。これここは傷、こっち傷、はい、テープっぽいね。そうこれは純正なんですよ。はい、で向こう側にはこれないじゃないですか。なかったですね。そうでそれはね向こうは板金して直してるんですよ。でこっちが純正のこういうのね全部色あせして汚くなってくるんだよね、はい、年数が経つとね。ちょっとこれはなんか気になるなっていうそんな感じの車でございました。はい、だからパッと見外装に関しては、はい、さっきも言ったようにパッと見綺麗、はい、目立つところは直ってる。細かく見ていくとなんか気になるところがちょこちょこあると、はい、一応そんな感じの車でございます。でも前のお客様はこれ某車屋さんで買ってるんだけどさ、はい、
もっとなんかごまかしてあるような状態で買ってたみたいな、そんな感じかな。っていうのをまあ最低限見えるようにちょっと戻したかなっていうのがうちぐらいって感じかな。これを全部きれいにバーってやっちゃうと多分かなりコストがかかって、でその分129万8000円という値段では出せないので、あえてちょっと今回はここまでにしてあるというそんな感じでございます。OK ですね。はい。じゃあ次は中行ってみましょう。じゃあエンジンかけますね。はい。よいしょ。はい。走行距離は10万9963キロって感じですかね。でさっき言ったようにエクリプスの車外のナビ、でテレビちょっと著作権とかあるのかな、肖像権とかあるから映せないんだけれどもテレビも見れるし、CD も DVD も聴けると。まあ今風ですよ。であとはプッシュスタートですから。今風ですね。もう今風です。今風ですね。電動格納ミラーもちゃんとありますからね。ちゃんと格納します。ちゃんと格納しますね。あとはここにダイヤルがあって、スポーツモードとかを選べるようになっているので、これねとか、あとデフの聞き方なんかをここでこう自分で任意に設定できたりとかするというのは、まあこれはスバル車、ラリー車ならではの機能という感じでしょうかね。で6速マニュアルがついているという感じでございます。でまあダメージ的にはね、シート、運転席シートハーフレザーなんだけど、まあちょっとやっぱりレザー部分スレはあるけど、まあ走行距離も走行距離だし、まあこれぐらいだったらいいんじゃないかなっていう感じだと思います。で今度後ろを見てみると、まあこんな感じ。まあ普通だね。後ろは綺麗ですね。そんな使用感ないです。でちゃんとね、やっぱそうは言っても STI ですから、バケットタイプっていうの、ヘッドレスト分割タイプじゃなくて一体型の、剛性のあるシートをちゃんと入れてあるというところですね。でハッチバックですから、まあこれ友達と遊び行ったりとかするときは、かなり使い勝手いいんじゃないかなというふうに思いますので、こうなってってで前に倒してやればだいぶ広くなるんじゃない。まあこれトモカバーもついてるからね、こうやってやれば荷物も隠せますし、そうですね。なんかミニバンの説明みたいな、ミニバンっていうかさ、今の車の説明みたいな感じ。こんなに広くなると。すごい。いやー素晴らしいですね。っていう感じ。寝れるやつです。寝れるやつです。だからまあ実際にはやっぱり若い子とかだと、友達と遊び行ったりね、それこそ冬場になればスノボ行ったりとかさ、遊びまくるわけじゃん。そうですね。だからやっぱりまあ確かに車が好きで、車に全振りでお金かけるのもいいんですけれども、まあここら辺なんかは車の楽しさもあって実用性もあって、でやっぱり新しいからそんなに壊れる心配もなくてっていう、まあ結構バランスが取れてオールラウンドで楽しめるからいいんじゃないかなとは思いますけどね。じゃあ次はエンジンルーム行ってみましょう。エンジンルームちゃんとボンネットダンパーついてるからね。こうやって止めるタイプじゃない、ダンパーも全然大丈夫そうですね。今のところ大丈夫。これちょっともうインシュレーターもダメだねこれね。でエンジンルームも至って普通ですが、いじってあるっていう、まあこれアーシングなんか古いよねこれね、取っちゃってもいいぐらいだよねっていう感じなんですが、エアクリとかは別にノーマルじゃないんだよね。これなんか加工してより吸うようにしてあるんでしょうね。あんまりよろしくないねっていう感じとか、まあ気になる人はノーマル変えるなり車外に変えるなり、してもらえればいいんじゃないかなと思います。まあサビはねそんなにないし、前乗ってたお客様も千葉なので、やっぱりさインプレッサーの4駆なので、雪が降る地方とかでも、車好きの人結構乗るんでサビな車多いんですけれども、まあまあまだこれはそんなでもないかなっていうそんな感じですね。で、タイミングベルトは2年前、令和4年7月、9万8000キロの時に交換してあるので、まあ、ここら辺はまだ全然安心じゃないかなと思いますね。あ、そうシュークレーキだ。そう、シュークレーキは右フロント部分、コアサポート交換、まあフェンダー交換ね、コアサポート交換、でここのパネルも多分交換してるかな。でこっちまではいじってないみたいな、ここかな、ここまでって感じかな。あ、でもこっち修正だけか、こっち切ってないな。交換、板金って感じかな。そうだね、でも色が入ってるもんな。ここら辺までかな、ここら辺まで、っていう感じでした。でフェンダーも交換してある。だからフェンダーなんかはこれ見てもらうと塗装結構つぶつぶだ。この板金処理もあんま綺麗じゃないんだよね。ほらわかる。ああそうですね、出てますねっていう感じなんですよ。まあなんですけど、
まあ、別に走りは問題ないので、はい、足回りも別に入ってないし、はい、まあいいんじゃないかなと思います。よっ、こんな感じですかね。じゃああとはマフラーサウンドいきますか。はい、はい、レイシングマフラーサウンドいきますよ。お願いします。こんな感じですかね。はい。まあまあなかなかいいサウンド。いい音ですね。ね。はい。という感じの車でございました。OK ですか。はい。はい。まあこの車はね、紹介はこれぐらい。はい。で、まあせっかく4駆6速マニュアル、しかもターボ付きのエンジンですから、はい、しかも周期歴ありだからさ。はい、サクッと乗ってみて、まあ大丈夫そうかな、どうなのかなっていうのは動画で伝わるかは分かりませんけれども、はい、まあ一応走ってる絵をちょっと撮って、はい、で、まあそれも参考に、検討してもらえればということで、ちょっと試乗してみましょう。はい、OK ですか。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。いきますよ。軽く一周。エアコンもちょっと入れちゃったりしますか。エアコンはさすがに効きますよね。さすがに効きます。全然効きます。全く問題ないです。これ俺試乗、あ、そうか、うちの会社の名義に名義変更するのに、はい、試乗も兼ねて名変しに行ったんですけど、はい、まあミッションとかエンジンとかは全く問題なくって感じかな。はい、で足回りの多分フロントの物資関係は結構へたり、まあ11万キロだからさ、はい、結構へたってるから、まあそこら辺もうちょっとしゃっきりやってあげると、もうちょっとしゃっきりしてくるかなっていう感じはありますかね。はい。そっか、全然そんな車高低くないからあんま気にしないでいいんだ。それもいいよね。いつもの癖で。いつもの癖で。超慎重に降りてたけど。これスポーツプラスにでも何が変わるんだろうな。ターボの効きが変わるわけじゃないと思うんだよな。スポーツモードとスポーツシャープモード。そうだね。まあ、例えばオートマ車とかだったら、はい、ギアの変わり方が変わったりとかさ、結構分かりやすいと思うんだけど、はい、何が違うんだろうね。ターボの効きが変わるともちょっと思えないし。でこれマフラー外から聞くとあれだけど、中乗っちゃうと意外と静かだよね。マフラー音はほぼ聞こえないですね。はい。ここまででも行ったって普通でしょう。全然普通ですね。だからまあ快適に特に不安なく乗れる。そして安い。でもちゃんと EJ210 のねターボエンジン、水平対向のターボエンジンでしょ。はい。で4駆でしょ。はい、で6速マニュアルでしょ。ちゃんとそれなりの走りが楽しめる仕様になっておりますから。でしかも4駆だから安全だしね、安心だしね、はい、滑らないからさ。FR とかでね調子に乗ってケツスピンしてみたいな事故とかっていうのもね、ありますから、はい、ちょっとここで飛ばしちゃったりなんかしちゃったりして、こんだけ速いんだよ。全然速いですね。全然速いでしょ。そう、インプレッサって結構ドッカン系のターボなんだよね。だから速いよね。ターボって感じですね。そうちゃんと確かマックスピークが4000回転ぐらいで42キロぐらいだったかな、はい、GTB でそれぐらいだから GRB がいくつだかちょっと分かんないけど、まあ、いずれにしても280馬力あって、はい、でトルクが結構4000回転ぐらいがピークで、そこからグッて40キロ以上のトルクが出るから、まあ、結構大きいと思います、はい、ちなみに RB2632GTR とかだとトルク38しかないからね、368だったかな、6だったかなぐらいしかないから、それよりも 10% ぐらいある。それは速いわ。そうただまあ排気量がね 2000cc だから上の伸びは多分そこから垂れてくるんだろうけど、はい、まあまあ普通に乗ってる分にはさ、時速100キロとか150キロ以上の話になってくるので、特に必要はないかなと思いますけどね、はい、ちょっとクラッチのまだなんじゃないかな。こんだけシャキシャキ走るんだから、はい、
ブレーキも、まあまあ効くな、やっぱりいいんじゃない？ちょっとクラッチが下手くそですねあ、今動いた。まあこんな感じですかね。はい。いい感じじゃないでしょうか。いい感じですね。ね。はい。っていう感じで若い子が乗ってくれたら嬉しいなと思う車でございました。じゃあ戻りますか。はい。おい。じゃあよし君、はい、一応本日はこちらの、インプレッサ紹介させていただきました。改めまして内容を伝えると、年式が平成20年式5月登録、はい、西暦でいうと2008年になりますね、はい、のインプレッサ WRX-STI、4駆で6速マニュアル、はい、EJ20 の、水平対向の、ターボエンジンが搭載されているお車になります。もうちゃんとしたハイパフォーマンススポーツカーですね、はい、で走行距離が、11万キロで車検は来年の7月なので、まあ、ちょっと整備してあげれば、すぐ乗れるんじゃないかなっていう感じ。まあ、外装はね大きいところは直してあって細かいところはちょこちょこ傷あるものの、はい、まあまあここら辺は値段相応で固めつぶってあげればいいんじゃないかなと思います。まあ、整備に関しては一般的な整備やって、まあ、あとはさっき言ったフロントのリンク類とか、多少見直してあげるともうちょっとシャッキリ走るのかなと、まあ、なんかそんなイメージですかね、はい、で値段はいくらでした？129万8000円。はい、8000円です。ポイントです。129万8000円でお願いしますという感じでございました。 OK ですね。はい、はい、じゃあよし君なんか最後質問あれば。はい、年式的には高年式じゃないですか、はい、なんですけど、いずれ結局25年経つわけじゃないですか。そうなると結構他の車と同じように値段上がる可能性っていうのはやっぱ高いんですか？まああると思うね。全然あると思う。はい、前もなんかの動画の時に話したか、まあ想定してされてないことはないんだけれども、はい、今までやっぱ安かったものが上がってるっていうものは、まあ、25年経ったと同時にピャンって上がってるっていうのがあって、はい、でその中でいうと例えば最近で言えばね S2000 がぶっ放れてるとかさ、はい、であったりとか、例えばレガシーツーリングワゴンの BP の前だからなんだっけな、BH、 あ、そう BH 知ってるね。レガシーは知ってます。なんで知ってんのそうそうそう、はい、BH ですよ。 BH5 の最終型のね E チューンとかのマニュアルは結構高い。レガシーも高くなってる。高くなってる。多分ね、イメージだけど、うちは取り扱ってないからあれだけどさ、オークションの価格から店頭価格をイメージするのであればね、はい、ちょっと前までだったらさ、はい、それこそ昔一緒にやってた時なんかさ、どう30万40万ぐらい、はい、そんなもんだよね。そんなもんじゃないですかね。だよね、はい、が今だと多分ね150ないと買えないんじゃないかな。10万キロぐらいで、レガシーは信じられない。信じられないでしょ。多分ね、なんかいいやつは程度良いいいやつで、純正マニュアル、はい、で10万キロぐらいのやつは普通にオークション価格とかでも全然100万超えてるやつとかも結構ちょこちょこ出だしてるからね。そうだったんですね。そう、俺はもう全く想定外、まあ、結局想定外の何かが起こると弾みでピョンって値段が上がったりするんですよ、はい、なので、まあ、この車も可能性は、まあ、全然あるんじゃないかなと思いますね。そうですよね、うん、まあもちろんね使っていけば下がっていくし、まあ、当然壊れれば下がっていくし、はい、まあ、ある一定ラインまではこう下がっていくんでしょうけど、はい、どっかのタイミングでまたこういう波が来ればもしかしたら今ねみんなさ、チェイさんあの時買っておけばよかった、 GTR あの時買っておけばよかったって言ってるじゃないですか、はい、言ってますよね。言ってます。僕もそう思ってますし、なんですけれども当時はこんな感じでしたから、まあなんかもう古いスポーツカー100万とか200万ぐらいだよねみたいな感じで取引がされてましたから、はい、うん、が時代が変わってあれよあれよと一気になんか500万だ1000万だとかってなっちゃってる時代なので、はい、何が起こるかわからないんですけれども、まあまあその可能性は否定はできない、可能性あるんじゃないかなっていう一台だとは思います、はい、まあでもそんな先の不確定要素の話は一旦置いといて、はい、まあいずれにしてもやっぱり、スポーツカー乗りたいよね、でも最近の車高いよねっていうところはありますし、スポーツカー高いよね、でも最近の値段高いよね、でも車の内容的には古くて走行距離走ってるよね、不安だよねっていうのがあるじゃないですか、はい、だそれを、まあ、若い子でも乗れるように100万円前半の価格帯で、まあその中でも比較的安く買える、120万130万ぐらいで買える、かつ、まあそれなりに年式は15年以上か年数は経ってますけれども、はい、まあその中でもまだ乗れるんじゃないっていう感じで楽しめるんじゃないかなという車をご用意させてもらう、まあご用意させてもらったっていうかね、買い取りでいただいたので、はい、あれですけど、まあ欲しい人がいたら買ってもらえばと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあそんな感じでまた次回もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。